滋賀大学の経済学部を1977年に卒業しました中村勝です。卒業後は住友商事という総合商社に入社しまして、そのままずっと同じ会社に勤め上げて、退職後は東洋紡という、化学繊維メーカーですけども、そこに6年ほどお世話になって今を迎えています。今日はこういうことでご縁をいただきましてありがとうございます。はい、よろしくお願いします。大学生活は当時は勤的な学生ということで、それほど勉強もせずというんですかね、なんとか単位を取ればいいという感じでやってまして、主にクラブ活動をやってました。私は農学部というお能をやるクラブでですね、残念ながら今継承者がいなくなった結果ですね、廃部となっておりますけれども、結構長い歴史のあるクラブで、本学ができたすぐ後ぐらいにできたクラブなんですね。やはり一番の思い出というのはそのクラブ活動ということですね。はい。仕事自体はですね、大学で学んだこと自体がそのまま仕事に生きるということではなくてですね、考え方ですよね。クラブ活動を通じたり、ゼミの活動を通じたりして、自分がどういうふうに人生に向き合っていくかというような、大げさに言えばですね、そういうことが結果は重要なのかなと思ってます。会社に入ってからも、基本はやっぱり誠実にやっていこうというふうに思いましたし、学生時代にやっぱりそういうふうなことを感じてましたんでね、それが良かったかなというふうに思ってますね。はい。当時77年の頃っていうのは、学部の中で女性がですね2人とか3人だったんですね。みんな男性でですね、正直言って女性とお付き合いするような機会というのは全くないんですよ。ところがクラブ活動でその身体検査を入学式の後ですかね、身体検査って出てくると、先輩たちがバーッと並んでですね、クラブ活動の勧誘されるんです。でその時に農学部の方はね、うちは関西の名だたる女子大の農学部とですね交流会をやってるんだというような声で大変魅力的に感じましてですね、ただそういう還元に騙されましてですね、入ったらもう非常に厳しい指導でですね、そのうち面白くなって、きっかけはそんな感じで非常に不純なんですけれども、今でも私はずっと趣味としてやってますし、よかったなと、人生の一生の趣味になるなと思ってやっててよかったなと思ってます。はい、それはもう本当全く違う世界ということなんで、非常に面白い世界だと思ってますね。やっぱり海外出ていくにしてもね、やっぱり日本の古典というんですかね、そういうの知ってるというのは非常に役には立つんですね。私もそうでしたけど、何者でもない人間とやっぱり日本をよく知ってる人間じゃ全然やっぱり対応が違うんですよね。やっぱり少しでも日本の文化も知ってるということは大事だと思うんで、ぜひ今の若い人にね、そういうのを進めたいなというふうに思ってましてね。私は本当正直総合商社に入るというのは全く思ってなかったんですよ。今皆さんはねネットでいろいろ情報を取られて、もう情報があふれてる世の中ですけど、僕らの時はそういうのはなくって、もうそれこそ、先輩から聞いたりするぐらいなんですよね。で
私京都の出身なんで、京都にこう夏休みにねいるとアルバイトでね反物をこう整理したり運んだりするアルバイトがあるんですよ。それでね丸紅に行ったことあるんですよね。で丸紅に行ったらですね、もうなんかうわーっとなってるところでですねこうやってて、すごい会社だなと思ったんですよね。でそれがまあ最初に商社っていうのはこんなとこなんやと思ったきっかけなんですけどね。でその後も就職活動もほとんど済んで、もう内定もいただいてて、それで自分の父親が大阪におりましたんでね、食事に誘われて大阪に行ったんですよ。で淀屋橋の辺りをこう歩いてたらですね、住友商事の今でもあるんですけど本館があって、そこにその看板があってですね、住友商事の就職活動をやってるんですよね。で、ちょっと面白そうだからで覗きに行ったんです。そしたらもう就職活動ほとんど終わってたんですけどね、せっかく来たんやからちょっとお茶でも飲んでみたいなことでお話してるうちに、もう面白そうやねみたいなことになって、で君じゃあもううちへ来いよみたいなことになって、それでいやじゃあちょっと考えますって、考え方いいやないかと、もう先輩もいるでいいからで、先輩からまた電話かかってくるしね。それでねもうなんか本当にクラブ活動と同じような感じでこうニッチもサッチもいかなくなってですねこうもうしょうがないですねと、私の時代はねそんな感じで縁なんですよね。これもなんかの縁やねみたいなとこがあったんですよね。でね非常に良かったなと思うのは、当時その商社っていうのは10大商社ぐらいあってですね、もうその亡くなった商社もあるんですけども、そのうち住友商事が7位ぐらいだったかな。で、先輩と出会って非常に活気があってね面白いと思いましたよね。というのはうちはトップじゃないからねと、何でも好きなことを考えてやれと、ちゃんと了解さえ得られればステップを踏んで、法律さえ守ってきちんとやればええんだと。で本当若い時から結構いろんなことに挑戦させていただいたんで、当時はやっぱり7位っていうのも良かったのかもしれませんね。一番上にいると落ちるのがしんどいんでちょっと保守的になるかもしれないけどね、もうイケイケどんどんみたいなところがあったんでね、非常に楽しかったですね。で実際商社活動っていうのは当時はねメーカーさんとそれからお客さん、海外のお客さんとで真ん中に消費者がいるという形でカスタマーズキングだと、よく言いますよね、カスタマーズキング。メーカーはクイーンだと、我々はサーバーだと、こうねサーブする召使いみたいなもんですよ。こうやりながらキングにもクイーンにもこう使いながら上手に運営していくという、それはそれでね大変面白い経験をしましたよね。今の商社はもうそんなんじゃないですよ。今の商社はどっちかというと投資活動をやり、それで会社の経営をやりっていうところに重心が移っているんでねあれですけど、昔はねそうやってその仲介業としての商売がメインだったんでね、今はもうそれは非常に少ないですけどね。でもそれによって人とお付き合いをする、どうやって利害関係を調整していくかというのを一生懸命考えるっていうのは学んだし、やっぱり商社活動は面白いと今でも思ってますけどね。私は若い時に、ちょうど30代ですねの時にアメリカのロサンゼルスに、7年弱おりまして、その頃のアメリカというのは今のアメリカとは全く違っておおらかで、日本人もウェルカムで、非常にいい時代だったんですよね。で、イギリスはその後だいぶ経ってから、2回行ってます。3年と3年という、3年は担当の部長で行って、あとの3年は向こうの欧州全体の責任者として行ってるんですけれども、やっぱり文化の違いっ
というんですかね、それはもうアメリカとヨーロッパでももう全く文化が違うんですよね。ただ言えることはですね、やっぱり法律に厳しいですよね。例えば情報についてもだし、よくある日本で今でも時々ある談合とかですね、そういうのについても非常に厳しい。それからいわゆるお金を出して情報を得るようなそういうことに対してものすごい厳しいんですよ。でベースは公平性っていうのは、まあ、海外では特にあってそれはもう感じましたね。公平だと。で公平ならですね、じゃあ例えば商社で商社活動をしたらですね、みんな公平なんで差が生まれないですよ。そこからの工夫なんですよね。で要はその努力、熱心、ね、ということと、最後はやっぱり人間性、魅力、やっぱり一言で言うとチャーミングな人間でないとですね、やっぱり仕事はできないんですよ。だから信頼してもらえるということですよね。同じことをやっててもこいつはういやっちゃと、ね、こう嘘は言わないし真面目だし、ね、誠実だし一生懸命やってるというのがやっぱり評価される。これは日本もそうなんですけどね、特に公平な世界であればあるほどそれは大きく感じましたね。だからやっぱり自らをこう磨いて魅力ある人間にしていかないと、同じ競争では同じこと言ってたんで同じプレゼンでは差が出ないんですね。何がじゃあ違うんですかって言ったらその人の魅力だと私は思いますけどね。それが一番感じましたね。はい。私は石油とかガスを掘るね、これをずっと長いこともう担当してたんですよね。これの営業をやってたんですけどね、もう今はなくなりましたけど、その住友グループの中に住友金属という会社があって、でそこは世界で一流の、パイプを作るメーカーなんですよ。その会社の製品を扱ってましたんで、どっちかというと産油国だから、駐在はロサンゼルスとかイギリスですけど、特にイギリスの時はもうイギリスを中心に中近東に出張することがもう圧倒的に多くて、全く世界の違うのがやっぱり中近東ですよね。だからもちろん食べるものがハラールもそうですけども、就業中であってもアザーンというのが聞こえてくるとみんながわーっとこう、ね、お祈りをする、そういうのが当たり前の世界ですしね。応札して交渉しててもですね、全然拉致開かないですよね。でどうなんだって言ったら、もう向こうは神のみぞ知るみたいな、みたいな感じですね。これはもう文化全然違うなという、そういう世界ですよ。でも重要なのはね、やっぱりね、相手の立場に立たないとダメだということですよね。文化も違うし考え方も違うんですよ。でも中東の中でもみんな文化が違うんですよね。こちらの立場ばっかりを言ってですね、相手を説得したりですね、ぐっとこう押さえつけることはしてもうまくいかないんですよ。いろいろ説明をしながら相手の立場をどうやってこう尊重するか、それをやったらね、やっぱり結構たくさん成功例がありますね。それぞれの立場を考えながら交渉していく。そうするとうまくまとまるもんなんですよ。だから異文化というのは別に当たり前のことで、できるだけ相手の立場に立って、なおかつ全面的にこちらが降伏するわけじゃなくて、ちゃんと交渉してということだと思いますね。卒業して若い方、僕はこれももう環境が違うんであれなんですけど、やっぱり大先輩から言われたことは、好きで会社に入ったんだろうということなんですよね。一言で言うと、
好きで入ったんだから文句を言わずに黙ってろじゃなくて文句を言わずに改善しなさいと。で1年2年でもいいんでやっぱ会社をどうやったらじゃあその自分が文句を言わないような会社にするか考えなさいということなんですよ。だから若い時からそういう癖をつけた方がいいかなというふうに思いますね。今はもちろんその自分に合わなければね会社を変えるというのはもちろんオプションであるんだけど、その結果として入った会社っていうのは好きで入ったわけですよね。誰かに強制されて入ったわけじゃないんで自分で選んだわけですよね。すぐついつい文句言いたくなるんですよ人間はね。じゃなくってやっぱりそう文句を言うような環境を改善する、どうしたら改善できるんだろうなということに力を入れるということを考えなさいっていうね、そういうふうな意識でやるとやっぱり物事っていうのは賛同してくれる人がやっぱり結構おられるんですよね。それは先輩でもあり後輩でもあるんですけどね。だからそういう意識が大事かなというふうに思いますね。もう若手人材っていうのはとにかくどこの企業ももう必要なわけですよ。もう日本の人口がどんどん減っていって若い人が少なくなって企業だけじゃないと思うんですけどね。やっぱりね非常に気になるのは若い人も含めてねパスポートを持っている人の割合が非常に少ないんですよね。取得率がどんどん落ちてるんですよ日本全体で。これは何を意味するかというと海外に行かないということですよね。だから国内が居心地がいいということなんですね。ところがね一方で国内でなんぼ頑張っても企業もは特にそうですけどそれはもう成長しないんですよ。市場が非常にもう限定されてるし人口が減っていく、もう明らかに減っていく、ね、その時にもう過去の8000万人から上に行った時と8000万を割る時のその比率がもう全然違うんですよね。8000万人を超えた時の時代は若者がもう圧倒的に多かった。今度8000万人を割る時の8000万人というのは老人の比率がもう7割以上ですよ。もう全く世の中違うんですよ。でそういう中でもちろん国内の市場はたくさんあるんだけどやっぱり外に売って出ないともう企業も生き残れないし結果としては個人も豊かになれないんじゃないかなと思うんで、ね、ぜひ外へ出てほしいなというふうに思うんですよね。だから居心地がいい日本はもちろんいいんだけど主戦場は海外ですよというのをね思ってやってほしいなと。これはね本当もう先ほどから言ってますけどとにかく外に出ていくということに尽きると思いますよ。そのためにはもうね例えば留学生が来られてたら、やっぱり仲良くなって外の世界を知る異文化を知るっていうところは大事だなと思うんです。絶対にうちにこもってはいけないと。彦根という田舎であるがゆえにより一層外へ出ていくんだという気持ちが重要だなと思うんですよね。それはもう必ずプラスになると、世の中の動きというか日本のその経済の動きを見ててもそう思いますね。だからそのつもりでやっていただければ嬉しいなというふうに思います。